セーフ。よし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 。どうもこんにちは、西山幸宏です。皆さん覚えてくれましたか？日本一のスラッパーです。はい、じゃあ前回はセーフティーをいっぱいしました。で今回はスラップをついに解禁したいと思います。スラップのポイントを4つ。1つ目がバットの持ち方、2つ目が足の運び、3つ目がヘッドの角度、4つ目がボールをどこで当てるかポイントを説明していきたいと思います。その説明している中で気づいたことがあれば足していくので、見てください。で今回は松田さんに投げてもらって実技をしていきたいと思うので最後までご覧ください。どうぞ。1番のバットの持ち方なんですけど、初めに説明しておくんですけど、スラップはこれが正解っていうのがなくて、人それぞれ自分のやりやすいやり方でやってもらえばいいです。その中で僕が行っている方法を教えるので、それをやってみて自分に合ってるなと思ったらやってもらったらいいし、合ってないなと思ったら変えて自分のオリジナルスラップを作ってください。でその1つ目、バットの持ち方なんですけど、基本的にバットはスラップするときは間隔を空けるようにのが主流だと思います。こうすることによってすごいバットコントロールしやすく、好きなところに出しやすくなります。そのデメリットとしては、ちょっとスイングが遅くなるかなって、少し遅くなるかなって程度なので、初心者の方とかにおすすめなのがこの指の手と手の間を空ける持ち方です。で上級者向けなのが速い打球を打ちたいという方には間隔を空けずにしっかり締めて、普通に打つような感じでしっかり締めて振ってあげましょう。ヘッドが走りやすく強い打球を打ちやすくなります。ただやっぱ動きながら打つんでちょっと精度が下がってしまう、ヘッドが下がってしまうっていうのがよくあるので、それに気をつけながらやってもらうといいと思います。じゃあ次はポイント2の足の運びです。皆さんやってるのが結構一塁に走りたいっていうスラップをしてたら分かると思うんですけど、そうなるとどうしてもつま先がピッチャー方向に向いてしまって体が外に行きます。こういう動きになるとどうしても一塁に体重がいって外のボールが見えなくなるんで、この足の角度をしっかり45度ショートの方に向けてあげましょう。そうすることによって体重が内側に入って腰が切りにくくなるんで、しっかり体が残し外まで届きます。で打つ方向もつま先が前に行っちゃうとどうしても体が開いてピッチャーゴロとかセカンドゴロになりやすいので、やっぱスラップをするんだったら内野安打も狙える三遊間を狙うために三遊間に足を向けるっていうのがポイントです。はい、次はポイント3、ヘッドの角度です。ヘッドの角度といえば、レベルスイング、アッパースイング、ダウンスイングってあるんですけど、スラップにおいてフライを一番したくないってことで、こういうアッパーのスイングはみんなされてないと思うんですけど、実はこのアッパースイングすごい大切で、ドロップピッチャーに対して来るボールを点で捉える、線で捉えるってよく聞くと思うんですけど、ドロップは下に落ちていくボールなので、それを上から振ってもどうしても点で捉えることになります。なので僕はドロップが多いピッチャーに対してヘッドの角度を下に入れてこのように打っています。でライズが多いピッチャーに関してはそのままレベルスイングもしくはヘッドを少し立てるような感じで打ちます。どうしてもヘッドを立てると速くスイングになっちゃうんで、しっかりヘッドを立てながらレフト方向に押し込むようなイメージで、ドローはそのまままっすぐ押し込むイメージ。この押し込むっていうのがすごいポイントで、押し込むじゃなくて振り抜いてしまうとどうしてもヘッドが先に走ってフライになります。なのでヘッドをそのまま押し込む、こういうイメージでやってください。するとフライの確率が減ります。先ほどヘッドを立てて打つって言ったんですけど、やり方、難しいと思うんですけど、僕がやっているやり方はその右手左手をどっちから入れるかではなくて、バットの握り方を普通の握り方より
上の手、左手を絞ってます。絞ることによって勝手にヘッドが上がるようなスイングになります。セーフティーでも教えたようにバットを押し当てて握る、その握りをスラップでもやっています。試してみてください。はい、じゃあポイント4、ボールのどこを打つかです。ボールのどこを打つか、僕は狙っているのはレフト前ヒットをライナーもしくはポテンで狙っているので、打つポイントはボールの中心から下に入れていきましょう。これはダウンスイング、レベルスイング、アッパースイング、どのスイングでも同じ、中心から下こするようなイメージで当てます。なぜ中心から下を打つかというと、先ほど説明したようにボールを上から振ってしまうとゴロになりやすい。ゴロを打つのはもういいんですけど、やっぱボテボテのゴロだとどうしてもアウトになるので、ただでアウトになるよりかは速い打球を打ってエラーを誘ったりできるような打球を打つために中心もしくは下を叩くようにしています。ちなみにバットどこで当てるかっていうと、僕は先っぽで打ちたくないので芯から根っこ気味で、その理由としては根っこで打つイメージにすると一塁側に行かずしっかり左足に体重が残って打てるようになるんで、根っこでもいいかなと思って根っこから芯、この間で打つようにしています。はい、で今説明したのがランナーがいない時で、ランナーがいる時はライナーとかフライになっちゃうとどうしてもランナーゲッツーになっちゃうんで、しっかり中心より上気味で叩いてあげましょう。その時狙うのが、やっぱランナー一塁にしても二塁にしても一番動くのはショートなので、守備する人の気持ちになってどこ打つかってなったらやっぱショートゴロが多分一番嫌だと思うんで、そこを上からしっかりかぶせてショートゴロ打ってあげましょう。アウトになってもランナーがアウトになってもスラップしている人は足が速い人が多いと思うので、入れ替え OK でいいかなと思います。自信持ってやっていきましょう。それでは松尾さんに投げてもらってスラップを披露していきたいと思います。松尾さんお願いします。お願いします。ちょっと、はい、質問していい？はい。セーフティーとスラップってどんな時に使い分けてるの？スラップセーフティーですか。基本僕の話なんですけど、僕は基本セーフティーをメインに考えてて、セーフティーばっかりしてるとやっぱサードファーストがどうしても前に詰めてくるんで、そういう時にスラップに切り替えたり、ランナーがいたら、セーフティーもいいんですけど、ランナーがいるとやっぱショートセカンドも動くんで、そういう時にスラップを選択したりしています。それは自己判断、監督のサインとかではなくて？そうですね、サインがあったらしますけど、基本的には自己判断でやりたいなと思ってます。自分の自信がある方を選択したいんで。それも野手の動きとか、位置とかも見てる？そうですね、一球一球ショート、ファースト、サードは一番見てます。俺ピッチャーでスラッパーと対戦するときに、どうしても外ライと、やらせに行く緩いチェンジアップとか増えると思うんで、はい、そういう張り球とかそういうの意識してるの？僕はそうですね、ライズって言われたんですけど、基本的に僕はヘッド下げて打ちに行ってて、ライズは反応でちょっと立てるかなっていうぐらいなんで、特に球種を意識はしてないです。ただコースはやっぱ外張り、基本的には。うちは窮屈なんですけど当たるんで、外はやっぱちょっと離れると遠くなって当たらなくなるんで、しっかり外張りで、球種コース、球種は考えずコースだけを考えて打ってます。松尾さんお願いします。いい感じですね。今のが三遊間に抜けるような速いライナーで、これがレフト前、しっかりボールの下に入ってヘッドをちょっと下げながら打ってます。見逃した時も今のようにしっかりピッチャーの方に歩いていくようなイメージで、インコースも逆らわずにピッチャーの足元を狙う感じで
インコース足元で外は三遊間というイメージでいきます。今上から振っています。もう一回上からいきます。ゴムのように上から振ってもあまり跳ねないので、さっき説明したように中心から下をめがけて、次はレベルスイングで中心を叩いていきます。中心叩くと今のようにレフト前に落ちたりすることもあるので、一番バランスがよく打てるかなと思います。今の引っ掛けました。しっかり押し込むように振り切らないように、インコースが来ると、振ってもいいんですけど、それ以外基本外狙いで、今のもインコースなんですけど、しっかり振り切らず押し込むとセンター方向に行きます。ラスト真ん中、これがセンター前ヒットです。次下から振っていきます。今のボール球なんですけど、しっかり下に入っているので、下に上げると普通にクリーンヒットのような打球が生まれるんで、しっかり、基本的に下から振る場合は低めを狙いましょう。高めのライズが一番打ちたくないので。はい、次はカメラの角度を変えてスラップの打つタイミングの取り方を説明していきます。僕の場合ピッチャーが腕を後ろにやった時に右に引いています。ピッチャーがセットしてボールを後ろ引いた時に右足を引くようにしています。引いたら右、引いたら右です。少し余裕ができるので打ちやすいかなと思います。引いたら右で、左足の踏み込むタイミングなんですけど、ピッチャーが腕を回している最中に左足を踏み込んで少し間を作ってあげます。振るタイミングを、左足を踏み込むと同時に振るとどうしてもボール球も手出してしまうので、ピッチャーは腕を後ろにした時に右足を引いて回してる上ぐらいで左足を踏み込んで少し間を取って打つようにしましょう。引いたら右、左足を中心に上で、右腕が上に来たぐらいで左足を出していきます。右、左、今の根っこ、ネック打つのはすごくいい感じなので、先っぽよりかは全然飛ぶんで、右、左、少し間を置いてストライクボールを見極めながら振っていきます。右、左、今のボール球、しっかり高めは上から振る、低めは下から振るっていう意識を僕してるんで、低めが来たら自然とヘッドが下がりますし、高めが来たらヘッドを下げるイメージでも返すようにしています。これは練習あるのみなんでできるようになってください。難しいですよ。右、左、今のは低めのボール球なんですけど、しっかり下に入れてるんでレフト前に来ました。右、左、ちょっと前に突っ込んじゃったんで外がすごく遠く感じました。しっかり左足に体重残して打ちましょう。右、左で、インコースが来たら引っ張ってあげてもいいです。セカンドもあまり来ないんで守備位置もバラバラなんで、インコースが来たらこうやって引っ張ってあげる。今のはセカンドライナーなんですけど、そういう練習も必要かなと思います。どうしても形で入ってしまうとトスのようにピッチャーに打つことがあるんで、自分の形を自然と出せるように、型にとらわれないように。大丈夫？カメラ。ゴールだ。よかった。みんなファウル気をつけてね。いっちゃんやらしいとこやな。レフト前。今の失敗なんですけど、ああいう感じでしっかりヘッドを下げて
これも多分落ちるんで。ホームランでホームラン。オッケー。ラストいきます。こんだけ飛ばせるんですっていう。入ったなー。マジで痛え。ラストで真面目にラストいきます。まあスラッパーは大きいの狙わずにちょびちょびいきましょう。はい、どうでしたか？スラップについて分かりましたか？スラップについては、初めにも言ったように自分のやり方、僕が言ってることが全部正解ではなくて、人それぞれ自分の正解を見つけてオリジナルスラップを見つけてください。で、リクエストでありましたゴムボールのスラップについても次回やっていきたいと思います。ということで、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。グッバイ。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!